今回はですね、日頃僕がお付き合いしているクライアントさんをご紹介したいと思います。フリーキスワークスの梶本優さんです。よろしくお願いします。お願いします。こういう対談形式ね、YouTube で流すの僕初めてになりますので、はい、ちょっと僕も緊張してるんですが、梶本さんは多分そういうのは慣れてると思うんでね、大丈夫な気がするんですが、いろいろざっくばらんにお話ししていきたいと思います。お願いします。もうお付き合いして5、6年ぐらいに確かなるかと思うんですが、最初知り合ったきっかけって僕全く覚えてないんですが、何だったか覚えてますか？覚えてます。なぜなら、僕からアプローチしたので、鮮明に初めて写真を撮っていただいた現場で、田岡さんとお会いする瞬間の記憶でさえも僕の中には残ってるぐらいの。すごいですね。ありがとうございます。けど、もともとは独立をした直後に、写真を撮りたいなという思いになって、どなたかいい方がいないかなという単純な発想で、まず何気なしにネットで調べたんですよね。建築物写真とか、インテリア写真とかっていう形で調べた時に、当時の田岡さんの運営してらっしゃったホームページが一番上にズドンと出てきまして、そこには建築写真家田岡信樹って書いてあったので、こんなの見たことがないということで、とりあえずクリックしたところからが全ての始まりで、そうだったんですね。それで見つけていただいて、当時僕自身多分創業してまだ数年の時だったので、僕自身その建築写真家として自分をプロモーションするのに、とにかくネット SEO 対策かけてて、で建築写真家とか建築写真、竣工写真とか、多分そのなんかのキーワードで引っかかったってことですよね。そうですね。なぜあれですかね、その撮り続けようと思ったというか、ちゃんとそういう建築写真を撮ろうと思ったんですか？簡単に言うと財産だと思っていて、写真がないと依頼していただく方も何を判断基準に選んでいったらいいのかっていうところがなかなかわからないというか、迷ってしまうと思うんですよね。なのでそこのそういう意味での財産で、あとは自分がやりたい仕事をいただけるお客様とのご縁をつかむための手段というか、一つの道具だとも思っていて。なるほどね。いやー、素晴らしい、ありがたいですね。僕自分で創業した時に、建築写真家としてキャッチフレーズを作って、でそれをずっとプロモーションにも使ってたんですが、建築写真は建築会社の資産ですっていう言葉を使ってプロモーションしてたので、まさに同じ考えの持ち主の、デザイナーさんだっていうことで、もうとても嬉しく、思うんですけど、ありがとうございます。実際に撮り続けて良かったことって何かありますか？一番はいろんなバリエーションがおのずとできてきて、それに対してのやっぱり量、件数こなせば量も出てくるので、必然といえば必然なんですけど、やっぱり事例に対してボリュームがあるよっていうところを見せることで、それがまた信用とか信頼とか、そうですね、実績イコール信頼、信用ですからね。そうなんですよね。もともとコンセプトに掲げさせていただいているのが、あなたらしい住まいっていうキャッチフレーズというか、ホームページにも出てきますね。で、それをどう表現するのかっていうところなんですけど、こちらが作り込んでいくあなたらしい住まいじゃなくて、僕たちはあくまでベースを作る、そのベースに対してクライアントさんとかが持ってらっしゃる家具を持ち込む場合もあれば、買い替える方もいれば、足りないものだけ買われる方もいらっしゃって様々だと思うんですけど、そういう家具って一回買うとなかなか買い替えたりするときって意外とないじゃないですか。タイミングがね、難しかったり、逃しちゃうといいかって言ってまたしばらく何年も経っちゃったりとか、そういうことが多々ありますもんね、セスさんにとってね。そうですよね。なのでそういう家具なんかを、例えば一部再利用するものなんかを入れていただくっていう時に、あまり側の部分で作りすぎてしまうと、足し算ができないですよね。足し算ができないと、インテリアでこの空間を満たしてあげることによって満たされる心地よさというか、変わってきますね、やっぱりね。そこがすごい大事だと思っていて、根本的なところ
に戻ると、はい、その梶本さんのお仕事で、インテリアデザイナーって、どういうお仕事なんですか？今はですね、まだまだ無名なので、セルフブランディングというか、そういうところも含めて、建築工事を受けようところから一手に、させていただいて、その中にインテリアデザインっていうものを取り入れさせていただいて、ご提案させていただいてます。で、あとはその施工が終わった後にも、今日こう座っていただいている椅子ですとか、ここにあるようなソファーなんかもそうなんですけれど、こういうものを扱っているメーカーさんと協力をしたりとか、いつも行くと何かしら素敵な家具とかね、素材インテリアとかね、今日ちょっと少なめかもしれないですが、いつも結構盛りだくさんでね、あったりしますもんね、確かに。そうなんですね。そういうところまでのコーディネートをフォローをちゃんと空間作って間取りを変えて設計するだけじゃなくて、そういう室内の装飾だとか飾りとか照明なんかも全部含めてトータルにコーディネートして提案すると。そうですね。家具とかね、雑貨まで提案するっていうと、確かにインテリアデザイナーさんのお仕事なのかなっていう気はちょっとしますね、確かにね。そうですね。実際このインテリアデザイナーという形で、動いている、業務をやっていく中で、ゴールは本当にないなっていうのが実感してるところなんですけど、なんて言うんでしょう、建築的な知識もインテリアの知識もデザインの知識もないとやれない仕事なんじゃないかと思ってまして、どれかが秀でてるだけでは難しいんじゃないかなというふうに思っていて、その辺は設計士さんとね、当然同じところかもしれないですけど、それプラスその出来上がった空間の中にいろんな装飾コーディネートをしていくっていうことがやっぱり大きな役割の一つだと思うので、今愛知と東京にも拠点されて活動されてますよね。東京ではどういう活動をされてますか？東京でも同じですね。こちらでやっていることと変わらないんですけど、出てくる用語が面白いです。本当に攻めていくというか、人と同じものが嫌っていう感覚なので、照明器具のこの後ろの電球なんかは一般的な色ですけど、これって赤色にできませんかとか攻めますね。なるほど。2階の天井の床面を全部ガラスにできませんかとか、サハラ砂漠の砂漠持ってきて引いたらどうなりますかねとかですね、とんでもないことがポン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 出てくるので、やりがいはありますよね。そうですよね。面白いというか、楽しいが先行して、取り組めるというかお話も聞けるのでワクワクはします。またそういう作品をぜひ撮らさせていただけると、僕もやりがいが増しますのでどうでしょう、大体3年先とか、もっと先でもいいんですけど、そういうその将来的な展望っていうのは何かお考えですか？もちろんです。ちょうどこの4月で丸5年経ったので、起業して5年経つまではがむしゃらにやるっていうところで、自分の利益よりも施工実績、実力、肩書き、知名度を作っていくっていうところに注力してきたので、ここ5年経った時に今後どういうふうにやっていくのかっていうところを改めて考えたんですよ。でそれをちょっと表にしてまとめた時に、3年後にちょうど自分が38になる年ですね。まだですね。僕が独立した後ですその年に海外にも出て行って、それこそ日本の良さ、インテリアとか建築とか、そういった要素を取り入れたもので海外に進出していって、そういうものを伝えていきながら、向こうの良さは向こうの良さで現地でいろいろ吸収していきたいな、そういう目標はあります。3年先のことはもうじゃあ決定事項ということで、そうですね。もう世界には出て活躍しているという、もう絵が僕も話聞いてるともう思い描かれるのでそこで僕が写真撮ってるんだろうなって思うとね、ちょっと楽しみで仕方がないんですが、ぜひもう、皆さん連れていくつもりなので、素晴らしいですね。田岡さんに一つ聞きたいんですけど、田岡さんが、こういう空間とか、建築物を撮るときに、こだわってるポイントっていうか、どういうふうに思いながら撮ってるのかみたいな、
のを、せっかくの機会なんでちょっと伺いたいなと思って。いい質問ですねいやこれはね、僕自分自身が建築デザインの仕事をもう十何年もやってきて、その後に建築写真家になってるっていう経緯があるので、撮ってもらう側だったんですよね最初、でもそれをプロのカメラマンにお願いした時に、やっぱりいいカメラマンってそれなりにこだわりがあって、何が違うのかなっていうのをもうずっと考えたんですよ、でパッと気づいた時に、これはもう僕はもう圧倒的に一つ言えることは比率なんですよね、そのファインダーを覗いた時に、例えば正面から撮ろうが斜めから撮ろうが、建築物にはいろんな線があります、でその線をその構図の中でどういうふうに当てはめて比率を良くしてかっこよく見せられるかっていうことはとても重要なんですよね。それは時間をかけて撮ることを、考えてね、セッティングして三脚据えてってやることができれば、全然僕はそれでも構わないんですけれど、僕は自分が建築会社だった時にそんなに時間かけて撮んなよって思ったんです正直一般的なカメラマンさんだとね、時間かけて撮ることが当たり前だって、それは否定はしませんが、建築会社の側だった僕からすると、そんなワンカットに30分もかけて撮らないで3分で撮れないのって普通に思ったわけですよ。だからあとはこだわりとすれば、いかに早く撮れるか、ここは僕はですね、自分の建築写真家としての意識の中のこだわりとしては、やっぱり捨てられない部分があって、時間をかけて撮ってくれって言われれば、それはね十分撮ることできます、だからそういう要望があればそういったのに合わせても撮るんですが、そうでないクライアントさんに撮ってみたら、やっぱりお時間もったいないんじゃないかなって思うんですよねでもそうですね、だからやっぱりそういった部分で比率の話よりもその時間的な配分っていうことも結構気にしていて、少しでも早くで、あとは構図的に比率のかっこいいアングルをいかに早く見つけて撮るかっていう、これはもう経験値となれなので、そういったことをこだわってはねやってますよね。なるほど、職人さんとか現場をね動かす立場でもね終わりになるから、そういう人たちの感覚っていうのもね、多分とても大切にされてるんじゃないかなって、僕は写真撮ってても思うんですよね、だって結構要望多いですもんね写真撮る時のね多いですね、やっぱりシンプルこそが一番難しいと思っていて、飾れば飾るほどごまかせると思ってるんですよ。わかります。なので、シンプルがゆえに正確さも必要だし、無駄がない分ごまかせないし、逆に言えばこだわりが強いんですよね。仕上がりはシンプルなんだけど、そこまでの過程に対する思いが強いので、なのでついついタカさんちょっとコンセントのあれ取ってもらえますかとか逆にだってここ取らないでくださいって言いますもんねプロとして多分ね取ってほしくないっていう思いがあるからなんでしょうけど、これはお生さんにとってはあまり良くない話かもしれないんであれかもあんまり言えないかもしれないですけど、それでもそういうプロ意識っていうかね、デザイナーとしてのやはり心意気っていうのは、写真を撮る側としてもね、そういったことを聞いてるとなんかよく分かりますし、ありがたいです。撮ってて楽しいですもん。本当ですか。リフォームリノベーションっていうと、その坪数だけでね、例えば店舗もそうですけど、そんなバカでかいのはまだ今までもちょっと数少ないかもしれないんですが、それでも結構カット数毎回100カットとか、多いと150カットぐらい納品しますもんね。やっぱそれだけ取るボリュームがその中に含まれてるっていうことだと思うし、そうなんです。それも最近まじまじと実感したことがありまして、今まで撮っていただいた田岡さんの写真を全てひとまとめにしてメモリーに保存してるんですけど、全ての枚数を数えたらですね、2万枚を超えてました事例は50件ぐらいなんですけど、じゃあ100カットどころじゃありませんねあまり言うと僕それだけ取らなくちゃいけなくなっちゃいますんででもそれなりに取ってるのは自分でもね分かってます。だって僕印象的なのは、そのリフォームしたマンションの外にある錆びた手すりを取ってくれっ
って言われたことがあって、はい、そんなこと言う、ね、方僕初めてだったんで当時、はい、5、6年前でしたっけ。今はいらっしゃるんですか？そう言われてみれば今いないのかもしれないこれ聞いて取ってくれっていう人が増えるような気がしますけどねはいまあ、でもそういうこだわりとかもねとても印象的だったし、今後もそういったことをね写真という媒体を使って、はい、この先に見えないねお生産をね見つけるためにね、どんどん SNS とかもうこういう時代なのでね、今回動画っていう形で梶本さん僕ちょっと紹介したかったので、はい、今日わざわざちょっとお時間作ってもらってこの場をね用意させてもらったんですが、また今後のお付き合いも一つ、はい、よろしくお願いします、はい、では、今後もですねいろんなインテリアデザイナーの方をはじめ建築士さん、建築家の方、工務店さんいろいろ紹介していきたいと思いますのでぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは皆さんまたお会いしましょう。